こんにちは、ココイストアートディレクターののりです。今日はこちらのパイソン柄、ヘビ柄のフレンチを作っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。では今日はフレンチになるので少し長い、チップ、ジェリップを使って作っていきたいと思います。こちらのエクストラロングの方を使ってやっていきたいと思います。ではまず最初にベースカラー塗布していきます。ベースカラーはこちらジェリストの PK2 番ラビット、こちらを塗布していきます。使用しますブラシはこちらのラウンドブラシ使って塗っていきます。まずワンカラーを塗っていきます。今日はチップになりますのでベースジェルの塗布は割愛させていただきます。はい、では塗れましたら硬化します。では次にこちらのフレンチ部分、先端を作っていきたいと思います。使用するジェルがこちらヘイジージェルホワイトになります。はい、ではこちらをフレンチの形に塗っていきます。でフレンチラインは後から、ミラーのラインをつけるので、なんとなくフレンチになれば大丈夫です。ヘイジージェルは少し厚みが出やすいジェルになるので塗布量には注意してください。このような感じでなんとなくフレンチにします。では次に、パイソン柄をこちらの G289 番こちらで描いていきます。使用しますブラシはこちらのポインテッドブラシを使っていきます。ヘイジージェルを硬化しないままここにジェルを置いていきます。ポインテッドブラシの先にこのような感じでジェルを取っていただき、ドットを描くようにジェルを置いていきます。まず中心より少し右側に置きます。同じく2個目を置いてこのような感じで3個置きました。でその横に同じように置いていきます。このような感じで置いてもらうとだんだんじわーっとにじんで丸が広がっていきます。で今度はこの横ですね、側面に同じように丸を置いていきます。ちょっとくるくるっと回してあげると置きやすいです。このような感じで、今度反対側にも置いていきます。少したっぷりめに取ってもらった方が置きやすいです。このような感じで横にも置きました。では最後に中心にですね少し小さめの、ドットを描いていきます。この白い部分ですねの真ん中に置きます。ちょっと空いているところにも置いておきます。はい、このような感じで置いてもらったらこのように柄がすごいにじんできます。で、置きすぎてしまうと柄がまた変わってくるのでいいところで一度固めます。はい、このような感じで今柄ができました。では次にこの上に、さらにちょっとリアルな感じを出すためにこちらのレース、この柄をですね使いたいと思います。このレースは、手芸センターなどに売っているレースになります。でこちらをこの使
使いたいところをしっかりとチップの上に乗せてもらって、でパレットにこちらマーカーズラインのホワイト、こちらを少量出します。でこちらのチップを使ってしっかりとマーカーズラインホワイトをチップにつけます。そしてこの先端部分にしっかりとこのように巻き込んでレースをつけます。そしたら欲しい部分にトン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 と柄を作っていきます。このような感じで柄ができたらゆっくりとレースを外します。このような感じで柄が入ります。ではこれで一度硬化します。では次に先ほど使った289番と210番、こちらを重ねて縫っていきます。まず210番を縫っていきます。少量取っていただき、このように2箇所ぐらい縫っておきます。そしたら次にこのまま硬化せずに289番を少量ちょっと先ほどの色と混ざるように塗っていきます。全部混ぜ切るのではなくてところどころ塗ります。はい、でこのような感じで2色が塗り終わりましたら一度硬化します。では次にベルベットマットノンワイプトップコートジェル、こちらを塗布していきます。硬化します。はい、では硬化終わりましたら一度クレンザーでしっかりと拭き取ります。では次にミラーのラインを描いていきたいと思います。ノンワイプアクセサリーボンドのブラックを使ってラインの方を描いていきたいと思います。使用するブラシはこちらロングライナーブラシを使ってラインを描いていきます。まず少したっぷりめに取っていただき、ラインの方を描いていきます。少し立体感を出すのにぷっくりさせておきます。これで一度硬化します。では次にミラーの方をつけていきます。ジェリストのミラー使っていきます。今日はこちらの右から2番目の色を使っていきます。はい、このような感じで、そしたら余分なダストを払っていただき、もう一度アクセサリーボンドを重ねます。先ほど描いたラインより少し細めのラインを重ねていきます。はい、ではこれで一度硬化します。はい、ではもう一度ジェリストのミラーをですね重ねていきます。はい、このような感じでちょっと立体感のある二重ラインを作りました。では余分なダストを取ってもらってトップジェルの方をコーティングしていきます。で今日はこちらマットコート、こちらツルツルの仕上げになりますので、こちら側だけにウルトラグロッシーを塗布していきます。
まずパレットにこちらウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを少量出します。で次にこちらのロングライナーブラシで今ミラーをつけた部分をですね、一度コーティングしていきます。でなるべくマットの方に、トップジェルがこぼれないようにコーティングしていきます。ではこれで一度硬化します。では先端にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを塗布していきます。今ラインの部分にはもう、トップジェルを塗布したので、このようにフレンチ部分にトップジェルを塗布していきます。はい、硬化します。はい、で最後に、こちら側ですね、ミラーが飛び散っていたりしたら一度拭き取ってもらって、これで完成となります。色違いでこんな感じでですね、いろんなパイソンもできるので、ぜひお試しください。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ YouTube ココイストチャンネルのチャンネル登録といいねボタンのクリックをよろしくお願いします。ありがとうございました。